こんにちは、みゆです。今日はエアアジアという格安航空に乗ってクアラルンプールに行きます。ということで今日はマレーシアの入国方法とエアアジアのレビューをお伝えしていきます。で、今はベトナムのホーチミンという都市のホテルにいます。なのでここからグラブって呼ばれるウーバーのようなタクシーを呼んで空港に向かっていきます。これからちょっと適当に中に入ってチェックインをしています。エアージェのチェックインはオンラインでできるんですけど、なんか結局オンラインでした後にこのチケットはいいチケットが発行できないからカウンターに来てっていう表示が出ていたので、結局オンラインチェックインしてもカウンターに行くことになります。ということで今カウンターに向かいます。なんかデパーチャーのところなのにアライバルのところみたいにすごい外に人が待ってますけど、なんか人入れない感じなんですかね。なんか私今普通に入れましたけどどういうことなんだろう。すぐ目の前にカウンターがラッキー。ではこちらに向かいます。で、エアアジアは欠航が多いと聞いたんですけど、10時35分のクアラルンプール行きありましたね。これに乗っていきます。愛のカウンターでチェックインをします。無事にチェックインできたので、これからちょっと昨日買ったバインミーを食べてから本検査場を通りたいと思います。なんか10時35分の飛行機なのに1時間前の9時半にゲート搭乗口に来てって言われました。なんでだろうで、チェックインカウンターではパスポートと搭乗券は見せたんですけど、特にコロナ系の確認はされなくって、ただパスポートのスタンプ、ベトナムに入った日を多分確認してて、あとはマレーシアから出る航空券も見せてって言われました。さて、そろそろまだまだ時間は早いんですけど、保安検査場を通っていきたいと思います。というのも、この今後ろに見えてるこの人だかり、なんか入国審査と同じくらい時間がかかりそうな予感がしているので、そろそろ行こうと思います。本
本検査場と出国審査終わりました。まず出国審査で30分40分くらいかかって、で本検査場も5分10分くらいかかったので、やっぱり1時間前くらいには並びたいかなと思います。で出国審査で1個前に並んでた人が搭乗券を e チケットで持ってて、紙のものを持ってなかったせいで、もう最初からやり直せって引き返されてて、多分30分40分並んでやっと分かったことなので、ちょっと時間が大丈夫なのか心配になったんですけど私はたまたまオンラインでチェックインした時に表示で e チケットでは入れませんって返したので、ちゃんとカウンターに行ったんですけど、間違って e チケットで日本ではできちゃうんでね、間違って e チケットで入らないように気をつけてください。おそらく搭乗口に着きました。でチケットには26ゲートって書いてたんですけど、この看板も1回見たら27に変わってて、26と7は隣だから良かったんですけど、ちょっともっと変なところに飛ばないか心配なので、ちょっと看板を見ながら、あと1時間後のボーディングタイム乗る時間までちょっとここでゆっくりしてます。ちょっとそんなこと言ってたら本当にゲートが変更になっちゃって、27、6っていう端っこから17ってちょっとどこにあるかわかんないんですけどまあドアが閉まるまでまだ時間があるはずなので、大勢と一緒に多分同じ飛行機に乗る人たちだと思うんですけど、人混みと一緒に歩いて行こうと思います。油断できないですねマレーシア・クアラルンプールに着きました。これからイミグレーションを通ってクアラルンプール、マレーシアに入国します。でマレーシアの入国に必要なことが一つあって、マイストラテジャネットなんか
アプリがあって、それにコロナの情報とか ID とか滞在先の場所とかを入力して、それを入国の時かなに見せるみたいです。イミグレーション取ってきました。アプリ別に見せるわけじゃなかったんで、普通にイミグレーションの人のいるカウンターでパスポートと航空券渡して、顔の写真撮られて、あと人差し指の指紋も撮られて、特に質問もなく出てきました。今荷物がこっちで出てきてるみたいなんですけど、私は特に預けてないので、このまま外に出てクアラルンプール市内に行きます。今乗っていたエアアジアなんですけど、普通に飛行機自体は普通の格安航空の飛行機で、やっぱり格安航空なんで充電するところとかがないので、モバイルバッテリーが必要。今回はタイからクアラルンプールの場合は1時間2時間なのでいらないかもしれないですけど、日本から来るよっていう方とか、エアアジアはタイの航空会社なんで、日本からタイまで行くよっていう方はモバイルバッテリーを持ってた方がいいかもしれないですね。あとご飯も勝手には出てこないので、自分で持って入るか、あとは機内で買うか。で機内で買う場合、昨日乗ってたベトジェットエアは現金しか使えなくて、私は現金持っていなかったので機内でめちゃくちゃお腹が空いていたんですけど、今日は隣の人が買ってて、ちゃんと現金もクレジットカードも両方とも使えそうでした。であとは機内のエンターテインメントもないので、Netflix とかの動画をダウンロードしておくとか、本持ってくるとか、いろいろ機内で過ごす方法を自分で考えておいた方がいいなっていう感じですね。エアアジアの私の期待値がもともとすごい低くて、というのもたくさん安い航空券を販売して間引きする、勝手に飛行機なくすとか勝手に時間を変えるって聞いたんで、ちょっと怖かったんですけど今回はもう帝国通りに出発して、10分15分くらい遅れて到着したくらいですかね。なんでちょっと期待値は上回ったっていう感じです。で今からクアラルンプールの観光に行くので、この動画はこの辺で以上です。エアアジアだったりマレーシアの入国に関して参考になってたら嬉しいです。ぜひいいねやコメントで教えてください。じゃあこの辺でバイバイ。